2024年一発目のコナモンビーツ。はい、というわけで MC を務めます声優の南條佳乃です。よろしくお願いします。さあ、今回もコナモンビーツを一緒に盛り上げてくれるのは、はい、スクエニックスで、作曲などを手掛けておりますセッキーこと関戸剛です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、スクエアエニックスの大阪サウンド部でサウンドディレクターをさせてもらってます宮野こと宮永秀則です。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで2024年に入りましたけども、はい、お二人は年末年始どんな感じで過ごしてましたか？そうですね、僕はお蕎麦を食べて、蕎麦、はい、で年明けにはお雑煮を食べて、いいですね、はい、以上みたいなゆっくりできた感じでしたか？はい、もうのんびりさせていただきました。そうだったんですね。宮野は年末直前にして、PC の調子が悪くって、で開発末期やったプロジェクトのデータが吹っ飛んだんですよ。嫌でしょう。嫌ですね。嫌でしょう。それをじゃあずっと復旧作業と、復旧作業をしてて、でそのダウンロードしないといけないデータがね、3テラバイトとかあるんですよ。で PC の調子も悪いし、もう直すのんで年末年始明け暮れてました。お疲れ様です。っていう悲しい話です。悲しいですね。この番組はスクエアエニックスサウンド部大阪から音に関する情報を YouTube でお届けする音検証バラエティとなっております。ぜひチャンネル登録と高評価も、まだ見てないんで高評価つけられるか今日わかんないですけど、つけていただけるように頑張っていきたいなと思います。さあ、前回はですね、コナモンフォーリー大作戦としてフォーリーを使って、セッキーがギターでフォーリーを実演してくれたり、今日すごいですね、お召し物がバージョンアップしていただきました。でセッキーがねギターでフォーリーを実演してくれたり、私は声でフォーリーやってみたりとか、すごい地獄絵図だったんですけどフォーリー三昧でしたが、宮野はねちょっと忙しすぎて宿題やってこれなかった。今回はちゃんと冬休みの宿題にしてやってきました。今日はやってきてくれましたか？私の大変な声のフォーリーもいい感じにしてきてくれたっていうことですかね。いい感じかどうかもはや正解がわかんないですけど確かにね。でも楽しいものになったんちゃうかなとは思います。本当ですか？楽しみにしています。どうですか、関？大丈夫そうですかね？いや、もうやっぱりね、音に関しての宮野のこだわりはね、ちょっと舌を巻くぐらいなので、もう今日は楽しみにしてます。そうですね。改めてタイトルコールを関。はい、お願いします。ではよろしいですか？はい。はい。続コナモンフォーリー大作戦。じゃあまずは私が声でやったものから、そうですね。加工してくださったものからわかりました。見ていきましょうかね。今回全部バイノーラルでミックスをしたので、ぜひねイヤホンで視聴者の皆さんもぜひイヤホンで聞いていただけると嬉しいです。焼け具合が変わってますね。そう。ヘラの音がすごいですけど。ちょっとカンカン言うでしょ。マヨネーズおかけしていいですか？マヨはねやっぱりね。できた。怖い。怖いですか？怖いです。私が撮ってとか言っていた後ろで流れてた BGM がもうなんかほろなんかすごい怖いダンジョンに入り込んでしまったかのような。ちゃんとね、そうなんですよ。有線かね BGM でかかってるような感じで、加工して、その場の響きみたいなのとかを再現したりとか。いや、そうですね。後付けでいろいろありました。じゃあすごいヘラの音が金属音になってすごかったですね。そうですね。固定カンカンやるときに金属音が出るような加工をしてあるんですけど、ちょっとじゃあどんな元の音がどんなんでどう変えたかとか。元の音この間聞いたんでもういいですけどね。いいですか？隠しきれないカッカッカがあれはねちょっとあえてわざと残しました。これはねリンゴモジュレーターって言ってね、なんかこう音に金属音を
増やすような倍音っていうのがあるんですけど、それを足すようなねエフェクトをかけるとこういうキンキンした響きになるんですね。なるほど。ちょっと量を変えてみますよ。こっち行くとスノーと、かっこいい。これ右の方に行くとおお。ちょっと大変耳痛い大変大変。耳痛い。なるほど。そうそう、こんなことをへしたりとかね。え、面白い。これはあれですね、前回セッキーがギターで使ってたあれすごかったですけど。ビットクラッシャーっていうはいあれをここでも使ってますね。なるほど。これがないとこんな音ですけど、地獄ですね。ビットクラッシャーをオンにすると、これはちょっとこうザーザーした音が鳴る。地獄ですけどまだ焼かれてますね、やっぱね。お好み焼きの分子が。これちゃんとひっくり返すところをね、一旦止めてあるんですよ。なるほど。こうやってね。そうそうそう。これでもなんちゃんがもともとこういう風にね止めてやってらしたのをやってましたっけ、私。そんなことまで。そうなんですよ。さすがやと思いましたよ、稽古までね。でね、これカメラのカットがどんどん切り替わっていってるので、こう切り替わるところでまたこう音質が変わるようにこうしてあって、そうですね。ちゃんとシーンが変わってる感じがありましたね。焼き具合が進んでいるのが。数の音ですね、これが。こんなこと。呪いないよ。あとね、これはドルビーアトモスっていうサラウンドの仕組みを使ってミックスをしてあって、でそれをバイノーラルでね、こうイヤホンで聴けるようにしてるんですけど、どういうことかっていうとね、例えばこれ店員さんが最後、そうですね、すごく左側から聞こえてきましたね。そうそう、ごゆっくりどうぞって時なんですけどね、これどういう風になってるかっていうとね、はい、ごゆっくりどうぞ。遠ざかってって、そうそうそう、こっちを角度変えるとこんな感じで遠ざかっていきましたね。そうなんですよ。もうね、忙しいからね、最後まで言い切る前に遠ざかって、あるあるですね。そうそうっていう様子をね、こう再現したりとか。面白い。マヨはね、マヨはやっぱりブシャーって言わしたかったんで、こんな感じで。ブッシュブッシュ。そうそうそう。あれはね、こういう。こういうね。異空間につながっていますよね。そうですね。ディレイって言って音をね、ああいうふうにエコーさせるやつがあるんですけど、それをかけつつ、さらにこのサラウンドの配置もね、こう空間を移動しまくるような感じにして。これですね。やっぱマヨネーズには威力がありますからね。そう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 です。こんなことをして、なるほど。遊んできました。へえ、面白い。ありがとうございます。セッキーとかは自分がやるんだったらこれ使うなとかあれ使うなみたいなやっぱあるんですか？あ、わかるわかるっていう感じなのか。実は僕できないです。ここまでのことは。はい、もう今見て思いました。本当ですか？はい、もうできないです。そうなんですね。すごいありがとうございます。いやもう楽しませてもらいました。こちらこそいろいろやっていただいてね。なんかもう一つ作ってきてくださったとか。前回ね、僕がちょっと宿題をあげられませんでしたので、彩りボール Z さんがリクエストしてくださっていたシンセでフォーリー。そうだそうだ。そう、最初ギターとシンセでね、それぞれっていう話でしたもんね。そうですね。これこそまさに宿題。はい、そうなんです。これを今日はね、ちゃんとしっかり仕上げてきました。はい。ということでね、見たいですね、早く。はい、この VTR ね、完成した VTR があるので、これをぜひご覧いただこうと思います。はい。なんかお好み焼き変わってません？これはね、もんじゃ焼きになってます。もんじゃ。そうなんですよ。確かに。いろんなものを実はあったんですね。みんなの食欲をね、そそろうという。本当ですね。なんか普通に見ちゃってるけど、これ作ったってことですもんね、音を。はい、すごい。一応ちゃんとグツグツした感じとかね、変化をね、そうですね。やってみてます。トントンした感じとか。これチーズを乗せるがね、ちょっと難しかったんですけどね、解釈が。音せえへんしな。そうですね。カサカサ言ってますね。こんな感じで出来上がりました。すごい。なんか普通に
普通に聞けちゃいました。もんじゃ作ってる映像とし違和感がないて、ですねそうですね。よかったです。はいよかったです。ありがとうございます。ね、これはね、はい、あれなんですよ。シンセって言ってもいろいろありますけど、はい、いろんなもの使っちゃうとうんちょっと面白くないかなと思ったんで、うんうん、一種類のシンセに縛って作ってみたんですね。へえ、ね、乗っけた時に音をガッと変化させて、うんうんうん、激しく焼く感じにして、あと混ぜる時の音とかもあえてタイミング合わせて鳴らすことでね、作っていったりとか、ね、乗せた時にジョワーってして音量をちょっと右の方のつまみで上げていったりとかして。へえ。で、あれかな、もんじゃ入れた時とかはね、ジョワーってやっぱり茹で上がるような感じなので、あそこの変化とかもつけて。これはなんか目押しゲームみたいになりました。ここに合わせてやるっていう。そうそう、あんな感じでもともとはね、ああいう本当シンセ音というか電子音なんですけど、ああいうのを加工してこうキンキンした音を作って、へえ、映像に合わせて。チーズがね、こんなに難しい。こんなことあります？チーズの。ピチョーンって言ってますけど。そうで、最初ああいうねチョピチョピした音にしようかと思ったんですけど、なんか浮きすぎるんでやめました。これは宇宙と交信してる。そうです。はい、危ない電波を。危ない電波。でカサカサした音にしてね。なるほど。はい。っていうのをミックスするとさっきの完成版みたいになるっていう。あそこからさらに音は加工してるってことですか？そうですね。なんだろう、バイノーラルでミックスをしてみたいなことをやって音量を整えたりとか。なるほど。あ、じゃあ音自体はもうあそこからいじってない、変化はしてないんですか？バランス取ったのとタイミングを合わせ直したりとかね、そういうのはやりましたけど、基本的にはああやって作ってます。でこれで終わりかと思いきや、なんとミヤヌもう一本やる気すぎません？2024年。そうでしょう、そうでしょう。いや、僕たちこれまでなんだろう、本当のっていうか、そのいわゆるフォーリーとは違うアプローチでいろいろなことやってきましたけど、だいぶ違うアプローチをしてきましたね。はい。フォーリーってね、そのフォーリーアーティストって言って、専門の職業の方がいらっしゃる仕事なので。そうですよね。私もなんか映像で見たことありますよ。めちゃくちゃ面白そうな世界ですよね。そうなので本当の本職のフォーリーアーティストさんがやったらどうなるかっていうのをちゃんとやってみたくて。すごい。それはめちゃくちゃ見たいですね。で、香川県に香川、フォーリーを専門にしているスタジオさんがあるので。香川にあるんですね。他にもいっぱいあるんですか？他はね、実は国内ではあんまりなくて。そうなんだ。結構珍しいんですけど。日本にもあるんですね。すごいですよ。気になります。お邪魔させてもらって、フォーリーアーティストさんのいろんなテクニックを見せていただきました。まあメイキングの様子の VTR から用意してあるので、じゃあご一緒に見ていきましょうか。今日私ミヤーヌは香川県にあるフォーリー専門のスタジオ株式会社エバンスさんにお邪魔をしています。今日ご一緒していただくのは株式会社エバンス代表でフォーリーアーティストでいらっしゃる渡辺正文さんです。どうもよろしくお願いします。優しそうな方ようこそ。じゃあちょっと早速準備していきましょう。やっていきましょうか。はい。じゃあよろしくお願いします。もうほぼ本物？そうです。ここら辺はね本物セクションです。本物を使ってもやっぱあるんですね。ここはねキッチンを再現してあるスタジオで、こういう調理音とかが取れるようになってるんですね。だから見ながら。そうです。はい。タイミングを合わせて。映像を見ながら作るって大変ですね。どっか飛んでっちゃいそうですけど。この辺がねやっぱりなんだろう、フォーリーならではで、通常食べるよりも多めに油なりソースなりをねたくさん足して、あえて音をなるべくしっかり出す。美味しそうな。あら、こういうの見たことありますよ。そうでしょう。ここら辺からがよりこうしずる感を増すというか、美味しそうに聞かせるための重ね技です。すごい。もうすでにそれの音に聞こえる。眼差しが真剣そのものです。これもすごかった。本当にタイミング綺麗に合わさる。あら、すごい。急須で。そうなんです。こうね、水気とか実際はここまで音ならないんですけど。そうですね。
より美味しそうに。そうなんです。そう。ご自身でも。そうなんです。体が楽器です。あら、私もやればよかったなこれは。あ、ミヤーヌも使われて腹を。ちょっと最後放送事故っぽかったですけど。いろんな技が。そうなんです。本物使えるところはやっぱ使うんですね。そうですね。やっぱりその渡辺さんおっしゃってたのは、やっぱり本物をそのまま取るだけだと何か物足りなかったりとかするところをあえて重ね技をすることでより美味しそうな感じを。やっぱ誇張していかない。そうですね。美味しさとかはより伝えるためにはそうなんですかね。そうですね。じゃあね、今取った素材をこれまたちゃんとミックスしてある映像を持ってきてあるので、じゃあそちらの完成版 VTR も見ていきましょう。美味しそう。ね、ジョワー感がねすごく出てて。バチバチした感じとかもね。ここもねソースをあえてちょっと大きめに音量を出すことで誇張してますね。ほんのりしてましたね今ね。そうね、口のやつがあんな風になるなんて。これ最後の腹のとこですか？あ、そうです。鰹節ね、鰹節なんかあんな音出さないですけど、なんかイメージでああいう音足した方が確かに熱々で踊ってるっていうね。いやすごい。これミックス最後の音の調整は宮野がやったんですか？そうですそうです。なるほど。すごいですね。すごいです。もうよだれが。わかる。最初の焼き始めとかめちゃくちゃ美味しそうな音。ひっくり返したバンは何の音だったんですか？あれはリアルですか？あれも最初にたわしとレジ袋でワシャワシャやってたやつありますけど、あれたわしとレジ袋だったんですね。そうなんですよ。あれであそこの時にこういう音を取っていってもらったんですね。なるほど。ポフっていう、それをタイミングで重ねて、ちょっと音を低くしてドスンって感じにして、そしたら重量ある感じのねお好み焼きになってましたね。渡辺さん曰く音の演技を加えるということでより美味しく見せたりすると。そうですね。ここの絵のここの音を聞いてほしいみたいなのがより際立つ感じがありましたね。というわけで香川までありがとうございます宮野。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。またこんなことやってほしいとかぜひありましたらお便り送っていただきたいなと思っております。以上続粉もんフォーリー大作戦でした。粉もんビーツ。それでは恒例のこちらのコーナー行ってみましょう。お便りビーツ。では早速紹介していきましょう。粉もんネームレースゲーム大好き人間さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私は今年からゲーム業界で働くことになっているものです。ルーキーね、素晴らしい。粉もんネームの通り私はレースゲームが大好きなのですが、皆さんは好きなゲームジャンルやゲーム作品等はありますでしょうか？思い出に残っている話等ありましたらぜひお聞きしたいですということですが、好きなゲームジャンルありますか？いや僕ね実は僕もレースゲーム大好きなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もともとねこのゲームのサウンドに興味持ったのはそれこそドラクエとかマリオとかでやったんですけども、中学生ぐらいの時かな、F1 がすごい好きになって、そこからすごい車に興味を持って、で当時ゲームセンターに行くと体感筐体って言ってありましたね。ご存知ですか？今もあると思いますけど、ありますね。ちゃんとこう座ってる筐体がこう操作に合わせて動いてくれるやつがあったんですよ。当時だとセガさんから出てたアウトランっていうゲームとか、パワードリフトっていうゲームとか、そんなのがあってね、もうめっちゃのめり込んでやってて、でそれが高じて、さらにもっとこうシミュレーター寄りのゲームにハマっていって、ちょうどねそれも中学校かぐらいに出たナムコさんから出たウイニングランっていう F1 のゲームがあって、これは本当にね下手したらスピンするようなすごいシミュレーター寄りの今当時にしては
シミュレーターのゲームで。そうなんですね。そんなのがどんどん講じていって、最終的には実写で遊ぶようになって。実写で？どういうこと？実際に？そうです。実際に乗ってってこと？そうです。実物っていうこと。ゲームじゃないじゃん。リアルゲーム。ゲームじゃないじゃん。ゲームじゃないですかね。コントローラーじゃないもん。でもすごいですね。ゲームから始まってそこまでたどり着いてってことですか？なのでね、やっぱり実物が最高のゲームでしたけど、さすがに年齢とともにちょっとそういうのも離れて、今はパソコンでそういうレースシミュレーターっていうのがあるんですけど、そんなの今でも遊んだりしてます。私もやったりしてましたよ、ゲームセンターで。もう全然ダメですね。街に突っ込んでっちゃってわあどいてーみたいな街にそう街に人たちがキャーとか言ってボッコボコになっちゃう、私の車なんとかゴールにたどり着いたみたいな、ボロボロみたいな。じゃあ続いてのお便りご紹介します。なんちゃんこんにちは、セッキーミヤヌお疲れ様ですこの住み分けなんでしょうかね。毎回配信&お便りコーナー楽しみにしております。お三方にお聞きしたいことがあります。皆さんが音楽に興味を持ったまたはお仕事にしたいと思ったのはいつ頃でしょうか。音楽にとかね、音楽だったり音だったりだと思うんですけども、じゃあまず興味を持った。じゃあ僕からその答えしましょうか。そうですね、興味を持った、アニメからの、アニメ音楽テーマソングが大好き、そこから始まってますね。もうムーミンもう元よりあれ何話でしたっけね、1話か2話ぐらいでね、そのお話もしましたけど、たくさんこの間ちょっと別件でね、音楽遍歴ということでアニメを書き出したんですよ。どんなの聞いてたかなっていう A47 枚ぐらいになったんですよ。すごい。でも本当でっかいですけどね文字が詰めたら1枚だったかもしれない。でもだいたい1枚ぐらい12ポイントで1枚ぐらいに12ポイントで言わないんですよ。このアニメばっかりやんっていうことで、どんだけでかしたんですか。本当にね、なんででかい字。そこがスタートでした。なるほど。じゃあ興味持ったのはアニメーションが。アニメからですね。でも私もアニメのオープニングとかエンディングとかを母も好きで、アニメが。で当時ビデオテープにアニメのオープンエンドだけをまとめた、でそれだけを見返そうっていうビデオを母と一緒に作ってたんですよ。めっちゃいいじゃないですか。すごい。ある日それ見ようと思ったら、料理番組入っててみたいな。爪折っとかんと。まだ撮ってる途中だったからそれ作ってる途中だったからでとかって言ったら、お父さんが上から料理番組上書きしてて、しかも見てないのそれ。もうその頃にはもう最終回迎えちゃって、もう見れなくなったアニメとかもあったから、もう本当に怒りました。母と一緒になんてことみたいな。では続いてのお便り紹介します。コナモンネームウルフィーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんちゃん、セッキーさん、ミヤヌさん、こんにちは。こんにちは。音検証バラエティってことなので音ですよね。お三方音に関係するお仕事をされていらっしゃるわけですが、お仕事ではなくお三方の趣味いろいろお持ちだと思うのですが、その趣味を音で聞かせていただけないでしょうか。ミヤヌとちょっと近いんですけど、メカが好きですね。メカ何でもいいんです。対象は炊飯器でも冷蔵庫でも。なるほど。扉をタッチするとバーンって開いたりするのありますね。どうなってんのとかね。そうメカが好きで。趣味を音で聞かせていただけないでしょうかってどういうことなんでしょう。もしかしてそれを擬音にして何かってことなんですかね。ってことですか。パッカってなりますかね、やっぱり。なるほど。フォーリー。フォーリー界の続きになってますね。ミヤヌはやっぱ車はすごい好きでしたね。今でも好きですけど、実車はもうさすがにお金もかかるんで、今も降りて、でその後は自転車ですね。これはいわゆるロードバイクとかマウンテンバイクなんですけど、これを一時割とガチで走り込んでて、それを音で表すとリアホイールにね、ラチェットっていう機構がついてるんですけど、これがねいろんな音出すんですよ。
違うな違うな、こうじゃないと。ラチェットっていうのがあって、あれのいかにいい音出すかを、そのパーツをばらしてグリスの量を変えたりして、走るだけじゃなくてやっぱそこも音にやっぱこだわりたくなっちゃうんですね。こだわりたくなって、もう一遍チャレンジしていいですか？もちろんですよ、何度でも。シャーいや違うんですよこんなんじゃない、甲高い感じはこんなんじゃないな今度取ってきますもんね。いいです。いいんですかいいんですか。めっちゃいい音するんですよ、本当に。検索します。でもこだわったその音は聞きたいですね。作っていったのは。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。これからもテッキーとミヤヌが、たくさん質問を答えてくれますので、どしどしお便り送ってください。番組の感想もいただけるととっても嬉しいです。宛先はこちらでこちらで、概要欄にも、アドレス書いてありますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。さあ、というところで、エンディングのお時間でございますが、なんと告知がございます。今私たち3人で、ご覧いただいている YouTube 動画配信でやらせていただいていますが、なんとこの3人でラジオもすることが決定いたしました。同じくこの YouTube チャンネルで見られるとか聞けるということらしいんですが、ちなみにこのラジオ、どんなことをするんですか？そうですね、僕深夜ラジオ大好きで、夢みたいなところですけど、皆さんからリクエスト曲をいただいて、なるほど。じゃあ何々のペケペケさんこの曲をおかけしますっていうあれをやりたいんです。なるほど。曲紹介、曲振りをやれる番組を、ぜひねお便りも募集しておりますので、いろいろね送っていただけたら嬉しいなと思っております。楽しみにしていてください。そしてもう一つお知らせがございます。スクエアエニックスミュージックからのお知らせです。グローイングライトファイナルファンタジー14オリジナルサウンドトラックが3月27日発売予定となっております。現在予約受付中ですので、皆様ぜひぜひご予約ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回はここまでとなります。最後にセッキーミヤヌ、番組も新年一発目となりましたので、2024年の抱負または目標なんかを。年末ジャンボを当てに行くっていうのどうですか？すごい先の話になりましたね。もう見越して。もうすごい先、12ヶ月後先ですけど、忘れないように。いやちょっと困りましたね。僕も同じこと言おうとしてじゃあもうこの番組が、その年末まで、続いてほしいんですけど続いてましたらみんなで年末ジャンボを、スクラッチかなんかね、年末ジャンボじゃなくてもそんなことやっていいのかなでもその削ってる音とかをすればそうですよね、ギリギリいけんのかな。いろんな素材で音つけてね、音つけちゃうのとかいろいろできますね。今年は3人で年末ジャンボ宝くじを買うということで、番組グッズ作ろう、作る作ろうかと思って。番組グッズですって。いいですね。確かにラジオやるんだったらなんかラジオでね、こっちの粉もんビーツでもいいと思うんですけど、ステッカーねとかね。なるほど、確かにイヤホンとか音なのでね、ちょっとたこ焼きをで、ここにつけたような。そうですねちょっと今なんかあれでしたけどね。そうですね。みたいなとかね、いろいろ考えてきたら楽しそうかなと思いますので、ぜひ皆さんこれからも楽しみにしていてください。皆さんからのお便りも募集しておりますので、どしどしお送りください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。せーの、さようなら。